ここに住むのは危ないよ。結婚後、夫の家へ引っ越すことになった私。幸せ気分のまま、大好きな姪っ子と姉を新居へ招待すると、こんな不思議なことを言い出した。何言ってんだ。この子は変ないたずら言って大人をおちょくるんじゃないよ。小さな姪の一言を聞き、本気で怯えたのか、普段は温和で優しい夫が大人げなく7歳の姪を叱った。その過剰とも言える反応に違和感を覚えた私。夫を問い詰めていくと、出るわい出るわ、まさかのとんでもない事態が待っていた。私は花江、歯科衛生士として働きながら、近所に住んでいる可愛い姪に会いに行くのが趣味な、ごくごく普通の33歳だ。姪の母親である姉は、介護士という仕事柄忙しい日が多いので、代わりに私が姪を預かり、毎回楽しい時間を過ごしている。今年の春で7歳になる姪は、どこか大人びていて賢い。そして、たまに不思議なことを言うことがあった。第六感というのだろうか。普通の人にはない能力を発揮して、その度に私や姉を驚かせる。例えば、つい先日、姪を連れてコンビニへ買い物に行った時のこと。店内でばったり同僚と鉢合わせた。その帰り道に姪がさらっと、あれ、花江ちゃん、赤ちゃんの声がしたよ。というのだ。それから1週間後、姪の言った通り、その同僚の妊娠が発覚した。きっと、不思議な力によるものなのだろうが、朝の占い番組でさえ信じたことのない私は、偶然の可能性を捨てきれないままでいた。まあ、たまたまよね。たまたま。こんな身近に超能力者がいるわけないと、特に深くは考えなかった。そんなある日のこと。すみません。仕事帰りに突然呼び止められた。その男性は、私の勤める歯科医院の患者さんだった。話を聞くと、仕事帰りにたまたま私の姿を見つけ、声をかけてくれたそうだ。その場での立ち話に花が咲いた頃。立ち話もなんですから、少しお茶でもしませんか？と、男性に誘われ近くのカフェに入った私たち。刻々と時間は過ぎていき、日が暮れ始めたのを合図に、解散することにした。そして別れ際に、彼は私をランチに誘ってくれたのだ。それからいろんなデートを重ねるうちに、私は彼に惹かれていった。二人の距離もかなり縮まったなぁ、と幸せを感じ始めた頃、彼から真っ赤なバラの花束とともに、情熱的なプロポーズをされた。すぐにでも俺と結婚してほしい。花江のこと、一生大切にするよ。真剣な眼差しに感動した私は、二つ返事でうなずいた。彼も、私がプロポーズを受け入れたことを、すごく喜んでくれて、周りの目も気にせずにお互いを抱きしめ合った。その上で彼は早速、二人きりで式を挙げたいと高いテンションで話し出す。楽しげに提案する姿を愛しく思い、私は少し悩んだものの、やっぱり仲のいい友達や親族の人たちに見守られながら、みんなに祝福される結婚式を挙げたいなという思いから彼の申し出を拒んだ。そっか、焦りすぎちゃったね。ごめんね。彼は文句も言わずに私の意見を受け入れてくれた。その次の日、仕事へ向かう前の姉を引き止めて結婚について話した。まるで当事者のように喜び祝福してくれる姉を見て、ああ、やっぱりあの時の空気に飲まれなくて正解だったわねと思った。そんなことを考えつつ、昨日持ち帰ったバラを丁寧に花瓶へ生けていた。すると彼から会えないかという電話が入る。花江ちゃん、今から会えないかな？うん、大丈夫だよ。私は2つ返事をしながら、昨日の今日でどうしたんだろう。結婚式のことではないだろうし、そう思いながら彼と会う約束をする。夜に彼と落ち合い、話されたのは弟さんのことだった。彼には弟がいると以前から聞いていた。ただし、その弟は病気で入院しているというのだ。どうして初めに教えてくれなかったの？と、私は彼にいぶかしげに聞いた。いや、実は弟のことを聞いて、思いやりからプロポーズを受けられたり、逆に断られてしまうかもしれないと思って話し出せなかったんだ。と、いろいろな不安からなかなか言い出せなかったと説明する。そんな、弟さんの体調次第で返事を変えたりしないよ。私はなるべく優しい声で彼に言った。
彼は私の気持ちを汲んでくれたのか穏やかに微笑み、しっかりとうなずく。その後、弟の写真を見せられた。花江ちゃんの話をしたら早くお姉ちゃんと呼びたいって嬉しそうに喋るんだ。と涙ながらに語り、改めて家族になってくれと言った。彼の気持ちは痛いほど伝わってくるが、まずは結婚を急ぐよりも弟のお見舞いに伺いたいと頼んだ。それが病状が悪化してさっき面会謝絶になったんだ。そう言うと彼は顔を伏せてしまった。次の日からぷっつりと途絶えた彼からの連絡。私は彼や彼の弟のことを本当に心配し、眠れない夜を過ごした。そろそろ私の方から電話でもしてみようかな。そうつぶやいた翌日、彼はタイミングよく歯科医院へ現れた。少しやつれたような気はするものの、普段と変わらず穏やかな彼の表情にとても安心した。花江ちゃん、今日は夜の予定空いてる？うん、大丈夫だよ。夜、二人で会うことになり、急いで仕事を終わらせた私は足早に彼のもとへ向かう。顔を合わせるなり、笑顔になる彼に嬉しくなった。話を聞くと案の定、弟の体調が思うように回復せず、そばから離れられなかったらしい。面会謝絶が続いていると嘆きつつ、彼は弟から預かったという一枚の手紙を取り出した。手渡された封筒には花江さんへと書かれている。病状が悪い中、一生懸命に書いてくれたのだろう。私はまた目頭が熱くなってしまった。ドキドキしながら手紙を読んでみると、そこには、花江さん、いや、花江姉さん、今回は兄貴のプロポーズを受けてもらって本当にありがとうございます。兄貴は奥手だけどやるときはやる男です。僕もずっとお姉ちゃんに憧れていて、今回花江さんをお姉さんと呼べることがとっても嬉しいです。僕は病気のせいで式には参加できないけど、結婚写真を見るのを楽しみにしています。私と彼の仲を応援してくれているということや、昔から姉が欲しかったという話、そして結婚式の写真を待ち望んでいる弟の気持ちが書き連ねられていた。こんなにも私たちの式を楽しみにしてくれているのかと、胸が締め付けられた私は一刻も早く式を挙げようと思った。容体の悪化により式へ参加できない弟のために、なんとか入院先の近くの式場を探し、時間を見つけては彼と一緒に見学に行く。少しでも弟との近い距離で式を挙げたかったのだ。6月ということもあり、式場はどこも混んでいたが、私たちの事情を聞いたプランナーさんは、夜の部であればと無理やり予約をねじ込んでくれた。時期もジューンブライド時期だったため、素敵なウェディングドレスはどれもかなり高価だったが、それくらいならば問題ないと思えるくらい、私は結婚式に前向きだった。仕事と式の準備に追われ、休みなく動き回る日が続く中、入籍日をちょっとだけ延ばしてほしいと彼に頼まれた。弟の病状が急に悪化し、さらに必要な手術にはそれなりの費用がかかるらしい。手術費がかさんで式の費用にお金を回せないかもしれない。彼の声は申し訳なさそうに沈んでいく。そこで私は、弟くんの手術が終わるのを待ってから式を挙げると提案するも、誰よりも式を楽しみにしている弟に延期なんて伝えたら余計に病状が悪化してしまうかもしれないと言われ、私は納得した。幸い私には結婚式の費用として貯めていたお金がある。幼い頃から花嫁に憧れ、その日のためにコツコツ貯金してきたものだ。彼の言う通り、弟の気持ちを考えたら、このまま予定を変更せず式を挙げた方が良いだろう。式の費用はひとまず私が立て替えて、全てが落ち着いた後で折半しようと決めた。そしていよいよ式当日、夜の結婚式なんてドラマチックね。式は綺麗な夜空の下で無事に行うことができた。急遽決まった日程ではあったものの、友人や親族たちは快く集まってくれ、その中に姉と姪の姿もあった。妹の晴れ姿を見るためにと、姉は何とか休みを取ってくれたらしい。人見知りで姉の隣を離れない姪も可愛く着飾って出席してくれたので、私はその姿を微笑ましく見ていた。そうして和やかなムードのまま結婚式は終わり、私たちは夫婦となった。夫が引っ越した新居へ私も引っ越すことになった。新たに2人で家を契約する話も出たが、
弟さんの医療費など金銭的に不安な面もあり、夫の住む家に引っ越してしまう方が節約できるだろうという理由だ。姉に報告すると、理解を示してくれながらも心配は拭えないようで、それならばと姉とメイを新居に招待し、簡単なホームパーティーをしようと計画した。当日、姉は到着するなり部屋の中を見渡していた。まだ35歳なのに立派な家。さすがベンチャー企業の社長さんね。感心する姉を見て、やっと安心してもらえたかなと、私と夫はほっと胸をなで下ろした。ここへの引っ越しを決めたことにより、今までのようにメイを頻繁に預かることができなくなってしまうのは残念だけれど、だからといって全く会えなくなるわけじゃない。彼の弟の看病や仕事の合間に私の方から会いに行こうと心の中で考えを巡らせていた。姉に安心してもらうという今日の目的が達成され、気が抜けたからか私のお腹も空いてきた。そろそろパーティーの準備するね。いっぱい食べてってね。昼時ということもあり、そろそろ食事でもとゆっくりキッチンへ向かおうとしたその瞬間、花江ちゃん、ここに住むのは危ないよ。子供特有の透き通る声が部屋の中に響き渡った。だって女の人が睨んでるから。私たちの反応を知ってか知らずか、なおも続く姪の意味ありげな言葉に全員が黙り込む。おい、子供が適当なことを言うな。私は驚きながらも口を開こうとすると、それより先に夫の怒声が反響した。何言ってんだ。この子は変ないたずら言って大人をおちょくるんじゃないよ。お姉さんもどんな教育してるんですか。怒りをあらわにし、あんたの育て方が悪いと姉へ詰め寄る夫をなだめながら、私は姪に向き直り聞く。ひょっとして見えるの？姪ははっきりと首を縦に振った。そんな姪の反応を見た夫は、先ほどまで赤くしていた顔を今度はみるみると青くさせていった。あまりの怯えように私は夫の背中をさする。大丈夫、ごめんね、心霊系は苦手。ああ、ったく突然ホラーとか勘弁してくれよ。うろたえ口ごもりながらブツブツと漏らす夫に、メイは不思議そうな顔で言った。怖くないよ。だってお兄ちゃんと仲良しだった人だもん。長くて黒い髪の小さくて目がまん丸な、ほっぺにほくろのある女の人だよ。言い終わったメイを見る夫は顔面蒼白。さらに拳を握る手がわずかに震えている。恐ろしさで声が出ないだけとは思えない夫の態度に何とも言えない違和感を感じていると、メイが衝撃的な言葉を口にした。お兄ちゃんっていっぱい名前があるんだね。本当の名前はどれなの？黙れ、生意気なガキが。嘘も大概にしろよ。彼は瞬間的に目を見開き、震える声で叫んだ。ちょっと小さい子に大声出さないでよ。今まで見たこともない剣幕で怒鳴る夫を制すように声をかけたが、そんな声も無視で、夫は私の体を押しのけた。いつも穏やかだった夫の表変ぶりとメイの言葉に不信感を募らせた私は、こっそりと姉にお願いした。お姉ちゃん、私が夫を落ち着かせてるうちに夫の荷物を確かめて。すぐに OK の返事をもらうと、未だにキレている夫に話しかける。メイが失礼なことを言ってごめんなさい。後で言い聞かせておくから。はあ、本当にな。次から気をつけさせろよ。眉間にシワを寄せ、イライラした態度を隠そうともしない夫をよそに、メイは何事もなかったかのような顔をしている。ごめんね。あ、そういえば来週は出張だったよね。話をそらしながら顔色を疑っていると、徐々に夫の機嫌も治った。それを確認した私は、今度こそすっかり冷えてしまった昼食を温めようかと立ち上がったタイミングで、今度は隣の部屋から怒り顔の姉が姿を見せた。ねえ、これはどういうこと？姉の手によってテーブルの上に置かれた保険証には、全く知らない男の名前が記載されていたのだ。その上、夫が普段使いにしているリュックには、片手では数えきれない数のスマホが入っていた。本当のことを話してもらいますからね。姉は腕を組み、般若のような顔で夫の前に立った。最初こそ何かの間違いだと白を切っていた夫だったが、
出てきた飛ばし携帯だと思われる物証と、詐欺行為をしているのかと問い詰める姉の反応に、これ以上ごまかせないと感じたのだろう。夫は大きなため息をつき、続けて私たちを見下すように鼻で笑った。だからなんだ。騙される方が悪いんだよ。そもそも花江にだっていい思いをさせてやっただろ。今目の前にいる夫は本当に私の知る夫なのかと疑ってしまうほど、何一つ悪びれることなく自分の悪事をペラペラと話す。その姿はまるで別人のようだった。今まで私に優しく接してくれた夫との日々を思い出すたびに涙がこみ上げてきそうになる。だがこの場で泣くのはなんだか負けたような気がして尺だ。唇を噛んでこらえていると、先ほどまでおとなしくしていたメイがぽつりとつぶやく。もう逃げられないよ。お兄ちゃんの背中に女の人がぴったりくっついてる。それにすごく怒ってるみたい。お兄ちゃん何したの？ああ、まだ言ってんのかよ。このクソガキが何したもこうしたもねえんだよ。何度も同じ手には引っかからねえぞ。メイの言葉に眉を寄せた夫はソファーへふてぶてしく座り、意地の悪い顔で本性を表す。悪事がバレても逃げずに堂々と私たちをけなす夫からは捕まらないという絶対的な自信が垣間見えた。だが次の瞬間、その不穏な空気を切り裂くかのように玄関のチャイムが鳴る。夫は私に出るように顎で指示してきた。私はメイを姉に預けると玄関へ向かう。はーい、どちら様。困惑しながらも平然を装いドアを開ける。すると複数の警官が勢いよく上がり込み、あっという間に夫を取り押さえたのだった。白石明人、詐欺を働いた容疑で逮捕する。何も知らされていなかった私はかなり驚いたが、どうやら姉が夫を問い詰める前にあらかじめ通報していたらしい。一連の会話は通話中になっている姉のスマホから全て警察へ垂れ流し状態だったのだ。過去に夫から被害を受けた女性たちはすでに被害届を出していた。警察の方でもこの男を指名手配犯として捜索していたという。姉が見つけたさまざまな証拠に記載された名前を伝えると、すぐにこの指名手配犯だと判明したため、現行犯逮捕を狙い直接家まで来たという話だった。お騒がせしてすいません。緊急事態だったためぶしつけにお宅に入らせていただきました。皆さんは何か危害など加えられませんでしたか？姉は私とメイの安全を確保したまま夫を捕まえたいと考え、警察と協力し見事に逮捕までこぎつけた。入籍を先延ばしにしていたことにより、正式にはまだ夫となっていない男が連行されていく様子を私は唖然とした顔で眺めていた。こんなことになるなんて、お姉ちゃんありがとう。大丈夫よ。花江、まずは落ち着こうね。姉は優しく私を抱き寄せてくれた。それから数日が経ち、たくさんの物的証拠や被害者の証言に抗うことを諦めたのか、男は警察相手にすんなりと自供しているようだ。数多くの女性を騙した巧みな手口を使い、私に対しても結婚詐欺を働くつもりで近づいたのだと後日警察の人から聞かされた。急ぎで行うために私が立て替えた結婚式の費用は男が逮捕されたということもあり回収できず、高い勉強代として泣く泣く諦めることとなった。まずはお姉ちゃんや姪に怪我がなくてよかったわ。男の過去を洗っていくとさらに驚きの事実が発覚した。被害者の中には男の素性に気づいた女性もおり、口論の末通報しようとした相手を誤って殺害してしまっていた。男は留置所の中で夜な夜なうなされているのだという。毎晩耳元で恨み言をささやく女の声に叩き起こされると訴え、日に日に衰弱していく中で助けを求めるように己の罪を告白したらしい。報告するために訪れた警察の人は男の話を信じている様子もなく、怪訝そうに教えてくれた。何より聞こえているはずの女性の声は他の誰にも聞こえず、ただ塀の中で男が一人怯えているだけの状況に看守は頭を抱えているとのこと。その話を聞きながら私は先日のメイの言葉を思い出していた。やっぱりメイが見えたものは本当だったのね。メイの語った女性の特徴から自然と風貌を想像してしまい、その瞬間寒気が止まらなくなる。
さらに数週間後、男の供述から海中を捜索すると、女性の遺体が見つかり、大々的に報道されることとなった。朝のニュース番組で公表された被害者である女性の写真は、メイが男にくっついていると言っていた女性の特徴と完全に一致しており、私も姉もテレビの画面を見たままピタッと固まってしまう。男が行った数々の詐欺行為も白日の下にさらされ、泣き寝入りをしていた新たな被害者たちの存在も明らかになったのだ。今回のことで私には人を見る目がないのだと分かった。花江、そんなに気を落とさないでね。あの出会いがこんなことになるなんてね。そんなに好きだらけだったかな。私が受けた被害はそう多くなかったものの、裁判には時間と労力が必要だった。すべてが終わった頃にはしばらくの間お一人様を満喫しようと決心していた。あれから平穏な日常を取り戻した私は、騒動前と同じようにメイの世話を引き受けている。花江ちゃん、こんにちは。メイは前にも増して私に懐いてくれ、今ではうちに一泊することもある。ちょっとしたお泊まり会の他にもお菓子作りや散歩など二人で楽しい時間を過ごしている。仕事とメイの世話で一日を終える生活はとても充実していて、新たな恋愛や結婚にはあまり意欲が湧かなかった。きっとそのうちいい人が現れるわよ。その時は真っ先に私に相談して。重い腰を上げない私の様子を見て、メイを迎えに来た姉は楽観的な言葉をかけてくれる。私はそんな姉の優しさが嬉しかった。すぐに次へと進むつもりはないが、万が一良い出会いがあった時はまた真剣に考えよう。ああ、暑い。さらに年月が過ぎ、暑い夏が訪れた。私たちが住む地域では盆を迎える頃に大きな夏祭りがある。セミの声を聞きつつ、アジサイ柄の浴衣を着たメイの手を引いて、そのお祭りに参加した。さまざまな屋台が並ぶ道をゆっくりと歩く。久々の賑やかな雰囲気にテンションの上がってしまった私は、気づいたらメイと二人では食べきれない量の食べ物を手首に下げていた。休憩にしてたこ焼き食べようか。たこ焼き、好き。そんな私の言葉にメイは可愛い笑顔でうなずいてくれた。だが今日のお祭りは大人気のイベントで、もともと設置されているベンチはどこも満員だ。すみません。よかったらここ座りませんか？まだ小さいメイを連れながら歩き回るのは難しく、困っていると、そばの椅子に座っていた男性が快く場所を譲ってくれた。あ、いいんですか？ありがとうございます。彼は待ち合わせしていた相手が突然来れなくなってしまい、もう帰るところなのだという。私は椅子を譲ってもらったお礼にと、手に持ったたこ焼きを1パック彼に渡した。結局そのまま一緒に夕飯を食べながら、メイにも優しく接してくれる彼に、私は無意識のうちに好感を抱いた。お祭りも終盤に差し掛かり、メインの打ち上げ花火を3人で眺めていると、隣でメイが手招きをしている。何かあったのかとしゃがむようにしてメイに近づいた。花江ちゃん、今度は絶対に幸せになれるよ。メイは耳元で嬉しそうに小声で言った。驚きながら視線のみを彼へ向けると、私たちに気づいた彼はこちらを向き微笑む。花火、綺麗ですね。その綺麗な笑顔に私は思わずキュンとしてしまったのだった。